じわりって感じのこだまだ。こだまにわーすいません。皆さんこんにちは。インドのゆりです。今日も現地からインドのリアルな情報をお届けします。最後までご覧ください。昨日無事にデリーからここチャンディガールに鉄道でやってきました。前回の動画ではその鉄道旅の様子についてお届けしたんですが、今回はここチャンディガールの観光名所の一つロックガーデンというところをご紹介します。ご紹介する前にここチャンディガールについてなんですが、チャンディガールはデリーから北に250キロほど離れたところにある都市で、ハリヤナ州そしてパンジャブ州の州都でもあり、同時に独立した連邦直轄領なんです。そしてなんとスイス人の建築家コルビチにより設計された計画都市でもあります。そういった背景もあって、ここチャンディガールはインドの中でもあまりインドらしくないという感じの都市なんです。チャンディガールの観光名所の一つロックガーデン、あの音楽のロックじゃなくって石のロックの方です。音楽のロック、このロックガーデン、ただ石で作られた庭ではないんです。なんと廃材アートを使って長年かけてできた庭園なんです。ジブリの世界にいるかのような幻想的な世界が広がっていて、今回ですね、またその世界を感じたく、そしてお届けしたくやってきました。どんな感じなのか今から行ってみたいと思います。レッツゴー。ちらほら観光客っぽい方、やっぱりインド人が多いですね。そこが入り口なので今から向かいます。やっぱり人気の観光名所ということもあって、たくさんですね観光客の皆さんいらっしゃってますね。あ、すごい、もう入り口前からでっかい岩がある。ロックガーデンについて書かれていますね。まずは庭園に入る前にチケットを買いに行きたいと思います。チケットがこの辺という風に聞いたんだが見つかんないなどうしよう。あそこだ。あそこがチケットのところですね。チケットそのままで1人30ルピーですね。 Thank you。 チケットゲット。おー、早速かわいい。もう入った瞬間から、こんな感じで異空間が広がってます。めっちゃ大好き。このロックガーデンは廃材で作られたアートの庭園になるので、こうしてですね石もあったり、あとはここですね瓦礫で作られていたりします。これが数字ですかね、入ってたりして、こういうの見つけるのもすごく面白い。すごい、ずっと見てられる。こうした緑も豊かなので、ちょっと外にある庭園にはなるんですけど、暑さもですね程よくしのげたりしながらですね、ゆったり自然も感じつつ、癒されるような空間になってます。うわあ、本当に庭園って感じだ。ハッピーバースデー。Your name is Moto? Happy birthday. Bye. お誕生日仲良くお祝いしてる子たちもいたりとかは、すごくなんか和やかですね。いやー、こんなところでお祝いしてもらえるとかいいだろうなうわ、猿だ。やば。上のところに猿が、しかもでっかい猿が2匹いましたね。猿が狂犬病の可能性もあるので、ちょっとこう見た目可愛いんですけど、見つけてもですね近寄らないことが
ベストです。なので私もちょっと逃げてます。This way、こっちだ。またちょっとこっちは雰囲気が変わって超ジブリ感満載ですね。わ、すごい、めっちゃジブリって感じの道ですね。なんか勝手にナウシカとかもののけ姫とかなんか思い出しちゃう。ここら辺の石とかがなんかもののけ姫に出てくる小玉だ。小玉にめっちゃなんか似てる気がしてきたちょっとなんか水の音が聞こえてきますね。すごい。すごい、向こうの方に大きな滝があります。すごい、滝の水がせせらぐいい音がしますね。近くに近づくともうこの音だけですごい涼しさ感じて、マイナスイオンがすごい。近くに来るとこんな感じですね。この滝は人工的に作られた滝にはなるんですけど、全体が岩で作られていて、そして辺りには自然が豊かでですね、もう本当にここに立っているだけでジブリの世界に舞い込んだかのような感じがしますね。まさに異空間、すごい。もうこの場所大好きなんです。せっかくなのでもっと近くに行ってみようと思います。バイ一人で来ている観光客が珍しいのか外国人なのか、すごいみんないろんな方が話しかけてきてくれて写真も撮ってくれたりして、すごくですねぼっち旅なんですけどめちゃくちゃ楽しいです。この滝も行きたいな。ここがロックガーデンのメインのスポットになるので、この辺りはもうたくさん観光客の皆さんいらっしゃいますね。そして記念にパシャパシャと写真も撮り合っています。近くに来るとなんか赤いトンボみたいなのとかがとてもめっちゃ涼しい。Thank you. 十分滝のところはもうめちゃくちゃ楽しんだので、次のステップに行きたいと思います。ここはもうかなり岩ですね。ちょっと足元が普通に行き止まりだった入ろう。普通に行き止まりやん。よいしょ、こっちですね。こっちが正しい道だった。なんか軽くちょっと登山みたいな感じもしますね。足腰鍛えられそう。バイめちゃくちゃ自然でいい。
だですねこの辺りで中盤くらいなんですけど、ここでこのロックガーデンの魅力についてご紹介します。魅力その1、なぜそもそも廃材アートなのか。昔チャンディガールはコルビュジエ指揮のもとモダン都市計画が進められたんですね。その時に瓦礫がたくさん大量発生して、陶器だったりガラスだったりタイルの破片だったりがいろいろと発生しました。見どころその2、このロックガーデン作ったネックチャンドさんがすごい。このネックチャンドさんという方ですね、もともとは道路監査官という役人をされていた方なんですが、幼少期から何かを作る、物を作ったり人を作ったりっていうのが好きだった子みたいなんですね。大人になっても仕事をしながらですね、お仕事が終わったらちょっと離れた河原に行って、そこで面白い石を集めてきてっていう風に過ごしていたみたいです。そして都市計画でたくさん発生した瓦礫に着目して、なんと18年間かけてたった1人でこの庭園の初めの方ですね作られたということなんです。見どころその3、まさかの大逆転。ネックチャンドさんですね、1957年頃から1人でですねこのロックガーデンの基礎となる部分を作り始めていたんですが、なんと18年後に市の当局の方に見つかってしまって、当時違法ということで存続の危機となってしまったんですが、当時の市長が文化的価値を認定して、なんと作り続けることになったんです。さらにはネックチャンドさんフルタイムで作れるようになって、スタッフもその後50人雇用。翌年の1976年には市の公園として正式に認定されたんです。都市計画で出た廃材アートを使って、そして一人のですね男性の熱意によって作られたこのロックガーデン、そういったことを知るともうますますですね、なんかストーリー感じて、よりこの場所が素晴らしい場所だなっていうふうに思います。残りの後半戦もどんどん見ていきましょう。この辺りまたちょっと変わったアートがありますね。かわいい。かわいい。なんか猿なのか人間なのか、たくさん人形が飾られてる。こうした人形も全部廃材で綺麗に作られてますね。手のところはなんかのカップになって、すごいアイデア。ロールミュージアムというのがあるので、私はこっちに行ってみようと思います。この辺りは日陰でめっちゃ気持ちいい。ここは違う雰囲気の庭園ですね。いよいよ最後のセクションに近づいてます。ちょっとこの辺りから瓦礫で作られてはいるんですけど、かなりカラフルなこうした瓦礫で作られていて、すごくですねワクワクするような空間ですね。道に迷ってたらインド人の2人の友人が紹介してくれてます。My name is Ankur. Okay? And she is Sakshi. Sakshi, okay. 最後のエリアについに到着。いよいよラストのセクションにやってきました。ラストのセクションはじゃじゃーん、この広々としたザ・公園という感じですね。少し休めるような場所があったり、あとはちょっとした水族館のようなものもあります。奥のところにちょっとした水族館みたいなのがあるんですけど、やっぱりお子さん中心に動く魚見てすごく喜んでますね。そしてここから離れて、今から奥のところに行こうと思います。ゴーゴー。あった、でっかいブランコ。じゃーん、ここ
も名物の一つ、巨大ブランコなんです。ブランコが多分30個ぐらいここ全体にあって、小さいお子さんだけじゃなくって、もう私たちみたいな大人の皆さんもブランコをたくさんこぎながら楽しんでます。先でちょっと私乗れそうにないんですけど、頑張って空いたところ、タイミングがいいところ狙ってですね、私もやっぱりちゃんと乗っていきたいと思います。ブランコ満席だな、マジで。あ、気持ちいい。いつ OK？ 今日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。今回この動画ではキャンディーガルの観光名所の一つでもあるロックガーデンについてお届けしました。私も大好きな場所でですね、もうなんだかんだ4時間くらい過ごしてました。ロックガーデンすごい面白そう、行ってみたいと思ってくださった方はこのチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。また次回からはキャンディーガルだったり最終目的地のアメリカ猿の様子についてお届けしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いよいよ最終目的地、ラストのセクションにやってきました。いよいよラストのセクションにやってきました。このお気に入りの服、そしてネイルも合わせました。では早速レッツゴー。来れたかな。この辺りの道はすごいくねくねっとしてるので、小袋の「曲がりくねった」のやつを歌いたくなりますね。日本人なので歌っててもそんな日本語もバレないので恥ずかしくない。曲がりくねった道の先にタララララタララララ小さな光、超自然。バイバイ。すごく喜んでますね。Thank you.